鬼殺隊の選別試験に100年ぶりに姿を現した鬼。訓練兵の夜をは生き残るため、己の半人半鬼の力を解放したのだ。正体こそ隠し通せたが、それだけでは済まぬ。柱たちの鋭い投稿に深い疑念の種を植え付けてしまったのだ。一番乗りですね。水は急がないということですか？急ぐ水ほど濁るもんだ。そういうセリフ、生徒たちには嫌われますよ。生徒が聞く場ではない。現場でウイルスの反応があった。ええ、でも参謀目的というには限定的すぎました。閉じても数字は消えませんよ。単なる記号として眺めていると誰かの鼓動を数えたくなるの。邪魔だから消しただけよ。絶望に満ちた瞳を見て安定だなんて。シージュー様はそんなに嘘がお上手なの？あなたのことも含めてよ。私の獲物を勝手にもういじらないで。保護と隠蔽は違う。長門さん？正解です。皆さん硬くなっているので甘いものを買ってきました。まさか会議室でおやつですか？緊急事態こそ当分は必要ですよ。報告からしろ。父親です。シガノもしてるよ。それ乗船の後がわざと残した痕跡です。逃亡というより親切な罠ですね。罠？自ら首を差し出すとはかえって交通法ですね。敵の意図が明確なら逆にその痕跡を終えるか。もちろん霧の中の道探しは私が一番得意ですから。この非常事態にもしかして毒でも入っているのでは？虫柄の前で私はそこまで勇敢じゃありませんよ。冗談はそこまでだ。上心の5の追跡及び討伐任務はかしましくお前がやれ。お任せください。ただ戻ったら大福の代金は請求しますよ。生きて帰ったら2倍にしましょう。レイ？コイン下がってる。今それが第一芸ですか？報告しろ。誰かが扉を開けましたね。外部からのハッキングは？いいえ、内部権限です。それなら子供たちが閉じ込められたのも内部の犯行ですね。あるいは内部の人間並みに僕らを知り尽くしているやつか。今何と言った？誰かが扉を開けたって言ったんですよ。誰だ？それを今探してるところなんですけど。探せ！今すぐにだ！怒りでは居場所はつかめない。居場所さえ分かれば俺が行きます。噂なら私が先にほぐり込んだ方が良くないですか？鬼は外から門を破って侵入したのではなかった。刀を握る者が最も恐れるべきは闇の中の怪物ではなく背後の影であった。あのガキの名前は？ケンタ、ただの候補生よ。今
生徒の金固めをしている場合ですか。生き残った理由を見ているだけだ。ふざけるのはそこまでだ。生徒を壁にするな。生き残る術を教えるだけです。議題が多すぎる。優先順位を決めねば。一番危険なのは内部権限です。扉がまた開く可能性がありますから。下剣の5も逃がすと困りますね。鬼ごっこは時間が経つとつまらなくなりますよ。ふざけた口を聞くな。冗談のように言わないと長くは持ちませんからね。ガガンの4の段階から分析すべきです。モドゥロ反応が残っています。これが今回の事件の核心かもしれません。生徒たちは今、あの子たちは自分がなぜ狙われたのかも分かっていない。クレソとパリパンダネアンダ。9年前、人々は戦いが終わったと信じていた。しかし、血で結ばれた縁源は地の底で乾くことはない。第一に聖愛の砲撃、第二に車検の5の追跡、第三に生徒の砲、第四に100年前の記録確認。政府回線は公式議題には載せない。非公式にやれという意味ですね。大人たちはそういうのがお好きね。間違ってはいない。報告は聞いている。彼は慈悲深い老人の顔をしているが、その微笑みの裏にはイサタイ、正解、再会の全てを盤上の釜のように動かす危険な野心が細んでいる。持ち頭、あの反応は何だ。現時点では断定できません。鬼の毒に対する過剰な抵抗反応か、欠虚術接触による一時的な変容反応か。一般人の数値とは合いません。でも鬼と呼ぶにはデータ不足です。ラッキーを。不足とは何だ。言葉の通りです。異常なのは確かですが、鬼判定は出せないんですよ。2冊隊の記録は単純だった。鬼ならば切る。迷いなく切る。鬼殺隊の記録上、鬼は即処刑対象だ。総長。しかし、あの子が鬼であるという証拠はない。証拠があるはずがありません。夜は俺の弟子です。風狩り、お前の弟子だからといって調査から除外されるわけではない。風貸様、処分しようというのではありません。検査をするのです。検査という名目で子供を実験台に上げるつもりじゃないのか。風村、調査は必要です。しかし処分を前提とした調査は許されません。橋場たちの会議が出した結論、一つ、夜尾への本格的な調査の着手。あの子の全てが暴かれようとしているのさ。二つ、鬼の復活は非公式に認めるが、決して世間に広めてはならぬ。真実はまたしても暗闇の底へと沈められたわけさ。3つ、下陣の5、毒への痕跡が残る自社都市竹月をウスビと長モが調査する。消えた鬼の糸口をつかむため霧の男が動き出したのさ。しかしあの子が確かで、真実が明かされるから罪の彼女たちいろいろとこうたかることになる。そしてそれから半年の月日が流れた。良いな。まだ遠いか。鏡、私を終満の端へ送れ。
私たちが望んだ世界がもうすぐそこまで来ています。今や人々は鬼を恐れず、むしろ崇拝し尊敬し始めています。もう少しだけお待ちください。ここにいらしたのですね。何用だ。5年前渓谷夜王の家族を皆殺しにした犯人がカツオであることが確認されました。奴は金銭的利益のため最近鬼殺隊の総長と接触し取引しています。そうか。驚かれないのですね。カツオとは元そういうやつだ。力を持つ者は結局欲を出す。人間も鬼も。君主様が望まれた世界はまだ完成していない。弁実様、皇女、あなた方が血で築いた時代がまた同じ道を歩もうとしています。夜王は侍学校でこれといった異弁もなく平穏に過ごしていた。あの日山での出来事は遠い日の悪夢のように伏せられたまま、警察の取り調べには上からの命令通り固く口をしざした。真実は語られず、異変は事故として片付けられたのさ。ユキはあの日以来学校を自主退学した。その養父カツオのヤクザ企業が鬼と関与している疑惑が浮上したためだ。ユキの消息を知る者は誰もいない。彼女は霧の彼方へと消え去ったのだ。これめちゃくちゃ多いな。おじさん料理の天才か。だろ？おじさんがスパイスからこだわって作ったんだって。あそこ右右、ミザ早く援護しろ。言われなくても言ってる。ケンタ、お前こそ突っ込みすぎるな。夜を、お前半年前のあの日のこと俺覚えてないな。ほらもう話さないって決めたじゃん。おい雰囲気に壊すなよ。ゲームしようぜゲーム。おい俺を、あれお前じゃないのか。これは隠蔽されていた真実の映像です。政府は本日鬼の復活を公式に認めました。指名手配犯3名、骨格困難な場合は射殺も許可されます。嘘だろ。何これ、なんでみんな。嘘だと言ってくれ。嘘だ。違う、俺